あなたのお腹と陰茎を包み込むつぶつぶゆずり。どうも藤田ゆずです。今日はね、動画版を見てる人だったらわかると思うんですけど、鼻と唇の間にニキビがあって、なんか化粧をしても全然隠れなくて、ちょっとね、お見苦しいかもしれませんけど、なんか親知らず抜いて、抜いた直後とかはマッサージとか行かない方がいいっていう風なのをネットで見て、3ヶ月ぐらいマッサージとか何も行ってなくて、はいで最近本当に腰と肩とかしんどすぎて、で背骨ってS 字カーブって言って、背中の方はちょっと丸、こう内向きで腰は反る感じだから、猫背すぎんのも良くないけど、背中は若干丸まってて、腰は反りすぎてるのも良くないけど若干反ってるっていう状態が正しい姿勢らしいんですけど、ちっちゃい時からめっちゃ猫背すぎたんで、上の丸いカーブあるんですけど、下の反りが一個もなくてまっすぐで、椎間板っていうクッションみたいなところが減ってて、もうずっと、高校卒業したぐらいからずっと、その前ぐらいかな、中高生ぐらいからもう腰痛持ちで、最近全然そういうマッサージ屋さんとか行けてなかったんで、本当に本格的に痛いのと、本当にちゃんと正しい姿勢でいられるように、矯正してもらえるみたいなところを探して行ったんですけど、でやってもらった直後はね、めっちゃスッキリしてていいんだけど、家に帰った瞬間、帰って今日もさっき行ってきたんだけど、帰って座って化粧してたら、やっぱ猫背の姿勢の方が楽だから、その正しいこの背骨が立ってる状態っていうの、だからチンコが立ってるんじゃなくて、背骨の方がね、チンコより大きいと思うんですけど、それをちゃんと立ててないといけない。チンコをずっと立ててるのもしんどいと思うんですけど、背骨を本当にずっと立てて、化粧したりスマホ見たりするのが本当にしんどすぎて、本当ちっちゃい時とかさ、注射とか歯医者とかで泣いてたような記憶があるんですけど、で大人になってからそんな泣くこともないじゃん。私も半泣きでしんどすぎて半泣きで今日化粧してたんで、ちょっと指先もちょっと体が緊張してる、いい姿勢を保つように緊張してるからかわかんないけど、指先もさ、わかるかな、ちょっと若干震えてて、全然化粧がうまくできませんでした。なのでニキビがあらわとなっております。本当に親知らず抜いた時よりもしんどいんですけど、本当に今も本当涙目でね、ラジオを撮って、今日このラジオを撮り終える間もずっとこうやってね、腰をしっかりさせて、チンコをしっかり立ててね、収録していきたいと思います。多分インナーマッスルっていうのがないのかな。インナーマッスルを鍛えたらいい姿勢になるって言うと思うんですけど、私毎日筋トレしてるが、筋肉はそんなに少なくないはず、ないことはないんですけど、それなのに腰を支える筋肉がないのか、ちゃんと使われてないからダメなのかわかんないんですけど、腰の痛み改善する方法知ってる人いたらぜひ教えてください。私もあと寝るときに横向きで丸まってしか寝れなくて、仰向けでまっすぐで寝れなくて、多分体が緊張しちゃってて、脳が起きてって錯覚して全然寝れないんですよ。どうしたらまっすぐ寝れるんだろうっていうのを真剣にイベントでこの前話したら、全然誰も聞いてくれなくて、ちょっと悲しかったんですけど、みんな腰痛とかどうしているか、ちょっとあったら教えてください。あと肩甲骨のポキッて、肩甲骨の下なのかな、そう、私腰背中肩全部やばいって
なんかいろいろお店の人はそうやって口車に乗せて金を払わせようっていうセールストークで全部あなたやばいですよって言ってるっていう、脚色してるっていうところあると思うんだけど、なんか本当に多分肩甲骨、肩もこっちはその肩のザ肩って部分、横向きの肩はそうでもないって自分でも思うんだけど、肩甲骨の下の下になんかすごい筋肉でも骨でもないのになんかすっごい塊みたいなのがあって、それもしんどいけど、でもやっぱ腰が一番しんどいから、なんか最近行ってる整骨院はなんかあなた背中の方がやばいですよって言われるんだけど、この塊もね解消したいと思うので、もしこれを解消した人がいたら教えてください。本当に真剣に本当にもう25年生きてきてちゃんとした姿勢でこれからは生きようと思っているので、本当に真剣に悩んで、本当にどんなにしんどくても腰を立てて生きていきたいので、腰を立てる方法とチンコを立てる方法を知ってる人は教えてください。本当にこうやってやるのがしんどすぎて今日尻滅裂だと思うけど、ぜひお付き合いくださいね。はい。で、私そう親知らずつながりで、親知らず抜いてもうずっと痛かったじゃないですか。私硬いパンが大好きなの。っていうのもうちの実家の実家のある地域はめちゃくちゃパンが美味しくて、なんか別にそんな有名店でもないちっちゃなお店でもめっちゃ美味しくて、なんかそんなにいっぱいパン屋が街中にいっぱいあるってわけじゃないんだけど、全部のお店がとにかく美味しくて、で硬いパンが特に美味しいんだけど、だから私あんま柔らかいパンはそこまで昔から好きじゃなくて、食パンとか食べたいって時はもう全然買うんだけど、硬いパンってスーパーとかにも、実家の周りのスーパーはそれこそ硬いパンとかも結構売ってたりしてたんだけど、東京のスーパー、私の今住んでるところがないからかわかんないけど、あんまスーパーでも硬いパンって売ってなくて、手軽に買えるもんでもないし、なんで結構足伸ばして、結構歩いたところにまあまあ美味しいパン屋さんがあるんです。そこでパンを買ってて、本当にうちの今住んでる近所にいっぱいパン屋あるのに、全然美味しいパン屋さんがないっていうのは失礼かもしれないけど、なんかあんまりその実家の周りのパン屋さんが美味しすぎたんで、なんかその自分の舌にね満足いくパンがなくて、んで硬いパンをずっと食べたいっていう欲望があったんだけど、やっぱね、親知らず、なんかずっと痛くてね、ラジオもお休み1回させてもらうことだったんだけど、もうね、全然硬いパンを食べてなくて、で、本当に、で、最近、やっと、左の痛みがね、だいたい落ち着いたんで、違和感とかもね、かなり減ってきた。ちょっとね、激しく運動するとちょっと違和感あるんだけど、そう、だから、最近、ようやっとパンを買いに行こうと思って、足伸ばして、家から25分30分はかかんないくらいのところにパン屋さん行ったら定休日だったのね、その日で。まあ明日その次の日が仕事だったから、まあちょっとまたしばらくお預けかと思って、もうなんか自分の指噛んだりしてなんとかね生き延びていたんですよ。んで次の日仕事撮影で夕方に結構早く終わったんで、これいけると思って急いで帰って、でパン屋のとこ行ったら、そのパン屋の閉店時間 Google マップに書いてる閉店時間の10分前くらいに着いて、これよっしゃいけると思ってちょっと小走りで行ったら、もう全部パンが売れたので今日はもう閉まってますみたいな、売り切れですってなってて、やっぱ朝早く行かないとダメなんだなと思って、そうで次の日が祝日だったのかな、祝日だったんで、まあでも昼くらいに行ったら大体もうなんか5種類ぐらいしかなくて、結構まあでも硬いパン、なんか硬いパンで中っていうかホットドッグみたいな、ソーセージが挟まってるやつか、トマトが挟まってるやつが食べたかった。トマトの熟々にトマトとナスとかベーコンを煮た感じのが挟まってるようなちょっとしょっぱい系の硬いパン食べたかったのに、なんかなくて、
甘いチョコの硬いパンとかしかなくて、それを買って食べました。美味しかったね。で、で、仕事の時にもう2日連続パン買えなくて、結構落ち込んで、そっか、とうとうね、また20分、30分かけて家にね、重たい荷物しょって返したら、毛の長い、足の短い犬がね、2匹、マダムに散歩されて歩いてても、それを見て全て結構どうでもいい気持ちになって、なのででも次の日ね、チョコの硬いパンでも、ちょっと受け入れられましたね。最近、ゴールデンウィークで、あんまり、ゴールデンウィーク中の平日また仕事だったんで、平日のいい時間になかなかパン屋に行けてなくて、すごい落ち込んでますけど、みんなの美味しいパン屋情報がありましたら、ぜひ教えてください。私、硬いパンが好きなので、いつかね、やっぱ硬いパンって食べれなくなる時が出てくると思うんで、今のうちにね、いっぱい食べたいと思いますので、情報をお持ちしております。はい。最近、これもね、ちょっと落ち込んだ話なんだけど、私、ここのラジオで、まるちゃんの映画を見たりして、で、それと年末に、初めてホームアローンを見て、ホームアローンとバックトゥザフューチャー見て、ホームアローン面白すぎないと思って。ホームアローンめっちゃ好きで、でもスポンジボブも好きなんですけど、ちょっとシュールな感じのが好きだなと思って、お世話になってるメイクさんに、ホームアローンみたいな洋画ってありますかって聞いたら、洋画じゃないんだけど、ミスター・ビーンっていうのが私めっちゃ好きなんだよねって言われて、で、それを、アマプラで見たら、トムとジェリーみたいな感じで、音楽と効果音だけあって、喋んなかったの、登場人物、おじさん、面白い顔のおじさんがね、喋んなくて、喋ってる方が好きだなと思って、結構ハマんなかったんだけど、もしミスタービーン見てる人結構、私も仕事の周りで多くて、どの話がおすすめかみんなもね、結構見てる人多いと思うので、ミスター・ビーンの良さを知りたい。んで、アマプラのおすすめじゃないか。でもとりあえず面白いやつなんかないかなと調べてたら、それこそ、まるちゃんの作者のね、さくらももこ先生のこじこじが結構おすすめされて、ネットにね、なんだったっけ、ツイッターだったか、ツイッターのおすすめだったか、AI だったかにおすすめされて、で、こじこじが YouTube に全話あったの。全話あって、それをね、見てたら、本当に面白くて、こじこじって結構、みんな形は知ってると思うんだけど、黄色い顔で、頭にキャベツみたいなフリフリがついてるちっちゃい生物、ちいかわの亜種みたいな感じの見た目なんだけど、そいつがメルヘンの国っていう、よくわかる世界に住んでて、そこで、いろんなクラスメイトも、変なの。夜間が喋ってたり、雪だるまがぴょんぴょん飛んだりして喋ってたり、半分鳥で半分魚のやつがね、こじこじの隣だったりするんだけど、本当に、ギャグ満載で、夜間くんが沸騰する時も、夜間くんが好きな女の子がいて、その子と目があったりしたら、沸騰、やばい、僕沸騰しちゃうって言って、白い湯気がね、パーって出て、で、みんなお茶だって集まるんだけど、その沸騰ってさ、要はさ、勃起とかさ、大丈夫？白いのいっぱい出てるけど、大丈夫って感じの、アニメなんですよ。そう。終始ずっとシュールな感じで、で、こじこじは結局、最初は正体不明のちっちゃいやつで、結構おとぼけさんで、クラスメイトがいろいろ話してる時も、こじこじが、ちょっとこじこじわかんないなとか、先生に勉強しろって言われた時も、こじこじが勉強したことないんだって言ったりして、ちょっとアホみたいな感じなんだけど、実はめちゃくちゃ強くて、
だからちいかわはもうなんか結構アホだけど、なんか本当になけなしの力で8割を助けるとか、あんまりその力はないけど、それでも自分の精神力を精一杯使って仲間を助けるとか、窮地をね脱出するとか、そういう感じのやつで、だからなんていうの、結構さ、ちいかわに感情移入して、自分は何もできないけどちいかわも頑張ってるから自分も頑張ろうみたいに励まされる人が多いと思うんだけど、こじこじは実はめっちゃ強くて、ちいかわと似て非なるものなんですよね。なんかもうこの世界を超越した力を持ってて、本当にすごいんですよ。でそれは、まあ、ネタバレすると、ちいかわって、ちいかわじゃない。ネタバレするとこじこじって、宇宙の子なんですよ。宇宙の子っていうのもちょっとよくわかんないけど、とりあえず宇宙の子で、だからなんか、すごい、なんか魔法の力がメルヘンの国にあって、みんな手にみかん出したりとか、リンゴ出したりとかそういう練習をするんだけど、こじこじは、こじこじなんかお前できんのかよって言って、じゃあみんなにすごいもの見せてあげるよって言って、はい、出たよって。何もないじゃんってなったら、その夜すっごい綺麗な星空で、それをこじこじがやったことはみんな知らなくて、みんなの認識としてはこじこじってアホだよなっていう認識で終わるんだけど、そう、めっちゃ強くて、なんかみんなの知らないところでめっちゃみんなのね、危機を救ったりとかしたりしてて、まあ、それが本筋ってわけでもないんだけど、本当本筋としてはただただアホやってるんですよ、みんなが。そう。それが面白くって、なんか本当に何も考えずに見れるアニメ。で、なんで今まで見てこなかったんだろうって、スポンジボブもね、なんで今まで見てこなかったんだろうって感じで、大人になってからハマったんですけど、こじこじもね、めっちゃ面白いなと思って。で、YouTube に100話全部上がってると思ってたら、なんか急に消えちゃって、今日確認したら、1から10話までしかね、上がってなくて、多分なんか、他のサブスクのサイトで課金したら見れるんでしょうけど、ちょっとどうしようかなって感じで、そうそうそう、30話くらいまでね、見たんだけど、結構ね、もやもやしてますね、今。公開停止するの早く言ってくれよって感じなんですけど。で、そう、桜ももこ先生に結構今ハマりつつあって、やっぱあの時映画を見て、このラジオのネタ作りにしようって思ったのもでかいと思うんだけど、桜ももこ先生のエッセイ、桃の缶詰と猿の腰掛け2冊読んで、もう一気に読んじゃったんだけど、なんか読むのがもったいないなってくらい、読み終わるのがなんか悲しくなるくらい、本当に面白くて。で、印象に残ってる話が、さくら先生、その本当にわかんない、本当かわかんないけど、まあエッセイだからね、多分、脚色はあっても本当のことだと思うんだけど、自分はぐーたらで、ちっちゃい時からお母さんにね、叩き起こされたりとかして、まあそれちびまる子ちゃんの話でも描写にあったと思うんだけど、自分は怠け者でめんどくさがり、本当絵を描くことしか楽しいと思えることがないみたい。まあ漫才見るのとかもまあまあ好きだったみたいなんですけど。そう、だから、OL とか会社員としてなんかちゃんと朝起きて、なんかいろいろさ、パソコン業務とかさ、書類整理とかしっかり何でも几帳面にこなす人が本当にすごいと思うみたいに書いてあったんだけど、実際さくら先生も一瞬 OL やってたっていう時期もあるみたいで、なんかその話もね、なんか面白くって、なんか結構あなたいい性格してるねって言われて、なんかお笑い要員みたいな感じで、花見の時に結構お笑いでなんか歌ふざけて歌いすぎて周りをドン引きさせてしまった話とか、なんかでも本当になんかちゃんと働いてる人すごい尊敬するみたいに書いてあって、なんか本当に私もそうだ。私もそのなんかちゃんと、まあ朝早い時もあるけど、そんな早くない時もあるし、結構めんどくさがりな性格で、結構直前になんないとイベントの準備とかもね、なかなか腰が上がらなかったり、ラジオもね、かろうじて続いてはいるんですけど、腰がね、重い時もあったりして、本当に、なんかすごい共感できるところもあったり、さくら先生も腰痛持ちらしくって、
なんか腰痛すぎて、腰痛の痛みが、神経がなんかお腹を圧迫して、なんかお腹がめっちゃ痛くなっちゃって、なんか盲腸かと思って、盲腸かなんか癌なんじゃないかと思って行ったら、なんか別になんでもなくて、ただただ腰痛すぎて、それがお腹まで来ちゃったっていう話を読んで、しかもそのエッセイが多分、さくら先生結構若い時、20代の時のエッセイだから、そんな20代でそうなるの本当に怖いなと思って。だから私もそれを読んで、本格的に姿勢を直そうと思って、ちょっと今ね、ちゃんと、いい姿勢でね、まだね、ちゃんとやってますよ。ちょっと下はね、あぐらかいてますけど、あぐらかくのが良くないのかな、どうなんでしょう。さくら先生のユーモアたっぷりのエッセイで、なんか、初期のエッセイは評価が高いらしいんだけど、だんだん面白くなくなっていくらしいので、そこも注目して、他のエッセイも。なんか今、Kindle 版めちゃくちゃ安くなってるのかな、今安くなってるのか、もともと安いのかわかんないけど、なんか500円以下で買えて、めっちゃ安いんだよね。今日もやっていきたいと思います。つぶつぶうずりん。はい。ということで今日もね、お便りたくさん届いておりますので、はい。読まさせていただきます。まずは、喜怒哀楽のコーナー。ラジオネーム、ようくん。いつもありがとうございます。で、喜怒哀楽のコーナーの丸3番。喜怒哀楽に分類されない感情を藤田ゆずが、に判断してもらうというコーナーですね。はい。喜怒哀楽に分類されない感情で、恥ずかしいもあると思います。確かに。恥ずかしいって喜怒哀楽のどれでもないね。先日、冷凍ピザをトースターで焼こうとしたら、ピザが大きくて入らず、チンコが半分に切って2回に分けて焼くことに。すると、2回目のピザを焼いているとトースターの中がやけに明るい。よく見ると、1回目の時にこぼしたであろうチーズが燃えている。慌てて水道で袖口を濡らして紐と叩いてなんとかチンコすいません、ちょっと不謹慎でね。と思ったら今度は火事ですというでかいアナウンスが、どうやら天井に到達した煙があったらしくて、火災報知器が反応している。すぐさまセキュリティ会社から電話がかかってきて、どうしましたか？火事ですか？と聞かれて、すみません、ピザが燃えました。と答えた時がとても恥ずかしかったです。ピザからも顔からも火が出たという話でした。あと火災報知器の点検は欠かさずやった方がいいよということでありがとうございます。ね、怖いね。トースターって、なんかやっぱり何分5分ぐらいかけるってなったら、放置して、どっか行っちゃうっていうこと多い、しばしばだと思うんで、結構ね、気づきづらいというか、よく、袖口って手が燃えそうで心配だけど、よくその程度のあれで収まって本当に良かったでございます。私も一回、コンロで、なんだっけな、油を使ってなんかやってた時に、紙を、コンロにちょっと垂れちゃって、で、もうね、猫背だからね、もう今日は猫背じゃないんだけど、猫背だった時代に、紙がこう、垂れちゃって、引火して、やむを得ず、チリチリになった部分を全部切って、ボブになったという、別にイメチェンでも何でもなくボブになったっていう事件があるんですけど、本当に怖い、調理家電怖いので、みんな火を使うときは、しこらずに、スマホを見るぐらいに留めておくのがいいと思います。チーズ燃えるんだね。なんかチーズってやっぱさ、トースターとかガスバーナーで炙ったりとかさ、いろいろあると思うけど、やっぱやりすぎると良くないのね。怖いね。みんなも火事には気をつけましょう。でも恥ずかしい感情は、でも喜怒哀楽、愛なのかな、いたたまれない気持ち。喜びと楽しいではないと思うので。どっちかというと悲しいのかな。私髪をね、やむを得ず切らないといけなくなった時はすごい悲しかったです。ちなみに。はい。ということで、次は、夢物語のコーナー、読ませていただきます。ラジオネーム、花丸さん。こんばんは。こんばんは。今、こんにちはですけど、聞いてる時間はこんばんはかもしれないので、
ね、ももきなちゃんも言ってましたけど、おはようございます。こんにちは、こんばんはということで。3回目まで主に Spotify で聞いておりましたが、ありがとうございます。先日 YouTube の方もチャンネル登録して改めて拝見しております。ありがとうございます。嬉しい。話題にできそうな夢を見たので、お便りに書いてみました。異星人に何かの理由で叱られている夢。なんのこっちゃですね。実は自分にとっては珍しい夢。先日、話題の映画が公開され、知人の影響で原作を読んでから見に行こうと、絶賛読書中です。それは私が、ね、ゴニョゴニョとネタバレがどうとか言ってるあの作品ですね。詳しくは書けないのですが、地球人と異星人の交流を軸にした SF で映画とだけ、それはね、プで始まって、リで終わるもの、プッチンゼリーじゃありませんよ。プッチンプリンゼリー。ゼリーじゃないね。プッチンプリン。プで始まってリで終わるもの。プリキュア。それはプリおけつ。このところ熱中して読んでいるからか、夢に異星人が出てきたのです。実際の映画のティザーで出てくる異星人とちょっと違うようですが、確かに異星人。異星人の見た目って実際どうなのかわかんないもんね。あちらの映画のビジュアルも、本当に異星人がいて、ああいう見た目かどうかね、わからないのでね。記憶に残らないわけわからん夢が多い中、熱中しているものが夢に出てくるのは初体験。童貞卒業おめでとうございます。のはずで、とても嬉しかったです。でも叱られるとかじゃなくて仲良くしているシーンが見たかった。わら。ゆずさんは熱中しているものや人が出てきたことありますか？なるほど。でも確かに、スポンジボブが夢に出てきて、私がパトリックって人手のね、ピンクのキャラクターになるっていう夢は結構見ますね。でも本当スポンジボブ自体も、そもそもが一回見ても、もう次の日には内容忘れるくらい、どっちらかってる内容だから、夢の中でも結構どっちらかってて、これ夢で見たスポンジボブなのか、実際の先週のスポンジボブなのか、どっちなんだろうって思うことがね、よくありますね。そうですね。熱中して、でも、私、編み物に一瞬ハマった時期があって、去年、一昨年1個前の冬の1個前。ちょっと前冬だったじゃないですか。昨日めっちゃ寒かったんだけど、東京。の前の冬に編み物にね、ハマってて、編み物を夢に出てきたりとか、確かにハマってるものとかが結構夢に出てきたりするね。で、人は、ちょっと後でね、次のお便りを話したいと思うんですけど、やっぱ尊敬してる人がね、夢に出てきたりとかね、ありますね。でもなんて言うんだろう。別に私そんなに好きな男性芸能人とかがいるわけじゃないので、なんていうの、YouTube とかお笑いとか面白いなと思って見ることはあっても、そのビジュアルが好きみたいな人があんまいないもんで、はい。だからお熱になってて、お熱を上げてて、夢に出てるってことはないかなっていう感じですかね。好きな女の子が夢に出てきたりとか、この前一緒に仕事したなって人が出てきたりとかね。そういうのはありますね。仕事してる夢とかね、めっちゃ見ますね。ちょっとこの後に話す夢も仕事にまつわる話なんですけど、はい。PS、サンキストゼリー、パッケージも良くて美味しかったですよね。ね。今はつぶつぶみかんゼリー食べたいときは、藤子のフルーツセラピーを買っています。ナタデココが入っているのでチュルチュルと食べれないですが。そう、私、ナタデココがあんまり好きくなくて、なんとも言えない食感が多分、90年代とか流行ったみたいなんですけど、私そんなに、母も、うちのお母さんもあんまナタデココ好きじゃないみたいで、やっぱ遺伝なんですかね。全部さ、フルーツでつぶつぶが入ってるやつってナタデココ入りがちだなーって思ってるんで、なんかね、厳しい世の中だったよね。ラジコは、昔確かに切れたり止まったりありました。あったよね、めっちゃ甘かったもん。現在は回収されて比較的安定してますよ。
先日お便り読んでいただきありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。桜の季節到来ですね。お散歩したい今日この頃ではまたお便り書きます。そう、お散歩して、この前、お目当てのね、パン屋が、お休み、定休日で、やってなかった日は、2時間駆けずり回って、なんとか、Google マップで評価の高いパン屋さんに入って、見るからに硬そうな、中に、ソーセージと野菜が入ってる、長いね、ちょうどチンコ2個分のパンを買って、食べたら全然硬くないの。全然硬くなくて、ちょっとショックを受けて自分の指を噛むっていう悲しい出来事がありましたけど、本当にお散歩して2時間お散歩して美味しいパンを手に入れられたらどんなに良かっただろうかとね、とほほと、はい、まるちゃんばりにちびまる子ばりのとほほが出ましたところで、次のお便り、つばたのさん、ありがとうございます。ゆずさんは予知夢というのを見ますか？予知夢にも種類があると思っていて、その1、夢がいつ自分に起こるかわかる。過去予知能力。2、自分に何かが起こった時、夢で見たことがあるのを思い出す。過去デジャブ。その差、全くそういうことはない。3つに分類される。だから、1は、その夢が未来のいつ起こるかっていうのがわかる夢で、2が、なんか現実で起こったら夢で過去を見た夢を見て、これ夢で見たなっていう出来事。で、3、全くそういうことはないってちょっとわかんないですけど。自分は2だから、自分に何かが起こった時に、これ夢で見たんじゃねっていう話がよくあるってことですね。いつ起こるかも一緒に教えてくれと思うんですが、だから1が望ましいって思ってらっしゃるんですね。きっとそれは分かることないだろうなと思っています。ゆずさんはいかがでしょうか？シャーピオンの春風で思いましたが、バウンディさんの恋風に乗せてという曲が好きです。バイオリンとの親和性も高いと思うので、弾く曲のチョイスに加えていただけると嬉しいです。つぶつぶゼリーが末永く続くことをずっと祈っております。そのためにはたくさんお便りを送ろうと思っております。ありがとうございます。だから丸3に分類される。自分の夢を見た後に起こるのか、起こった時に、これ過去夢で見たなって思うのか、全然関係ない話にはなると思うんですけど、仕事で、だからそれこそ仕事をする夢を見た時に、これ前に撮ったことある作品と同じことしてるなっていうのはあるから、2はよくあるかもね。昨日見た夢で、これ、今後、現実で起こってほしくないけどめっちゃ起こりそうっていう夢を今日見たのでね、それをね、話しさせていただくんですけど、ほんとそれこそ仕事で、私がね、結構現場も被ったりなんだりして、仲良くさせていただいたり、プライベートで会ってるわけじゃないんだけど、おこがましくて誘えないんですけど、東和琴音ちゃんと稲崎ひかるちゃんっていう、どちらもね、よく共演させてたり、仕事一緒になったりして、めっちゃいい、優しい気心の人で、その仕事で会った時はすごいめちゃくちゃ仲良くしてる2人なんですけど、大先輩、めっちゃ尊敬してるんですけど、夢で、その2人と私3人で、作品のオファーが来て、で、嬉しいなと思って、今日いい日になりそうだなと思って、テク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 って朝早くね、行ったら、そのスタジオって、ちっちゃいスタジオもあるんですけど、何回かスタジオになっていて、建物が何個かあって、全部スタジオとか。ね、だから、その、階とか、棟によって、使ってるメーカーが違う。だから1個の住所なんだけど、その日に、1日に何個も、いろんなメーカーが何個も、複数、2つ3つメーカーが入って撮影するみたいなこともあるんですけど、で、私の、行く予定のメーカーは、もう覚えてないんですけど、もう覚えてない、とりあえず別のメーカーの監督、同じ住所で、違う回でね、
撮る予定の監督がなんか朝いて、おはようございますって、今日同じ建物なんだなと思って、おはようございますって言ったら、ね、藤田さん今日誰と撮影なのって言われて、水月ひかるちゃんと十和琴音ちゃんですって言ったら、いや、その水月さんと十和さんはすごい親和性高くて、可愛くていいと思うけど、なんか藤田さんはレベル低いし、なんか全然二人に合ってないから、なんか今すぐ帰った方がいいんじゃないっていう言われる夢を見て、なんかそこからAV 引退まで追い込まれるっていう、どう追い込まれたかまでは覚えてないんですけど、現場を飛ばしたという形になって、多分引退させられたかな、引退させられたのかわかんないですけど、とりあえずその一人の、結構ね、その名前、その監督、ごちゃごちゃ言ってきた監督の顔と名前はわかるんですけど、その名誉毀損になるのでね、言わないですけど、そう言われて、すごい、これ現実で起こったらすごい嫌な夢だなと思いましたね。だからこれが予知能力にならないことを祈っておいてください。本当に悲しくて、起きた時涙が本当嘘じゃなくスーッと流れていったね。なんか身内に不幸があったとか、なんか感動する夢を見たとか、そういう時にスーって流れがちだと思うんですけど、漫画とかだと自分の能力のなさを指摘されてグーの音も出ない涙が流れたという、そういうお話でございました。バンディさんあんまわかんない。恐竜、怪獣の鼻歌しかわかんないので、バンディさん聞いてみたいなと思います。5月ね、バイオリンまた弾こうと思ってるんですけど、5月の曲ってなんか難しいよね。難しい。誕生日にまつわる曲を弾こうかなと思ってるんですけど、季節に合わせてもいいかなと思って、まだ何も考えてないのでなんか来る人いい案があったら教えてください。はい。ということで次はね、ふつおたのコーナー行ってみたいと思います。ラジオネーム BCG さん、ありがとうございます。ゆずさん、だいぶ春めいてきて昼間は暖かくなって桜も咲き始めそうですね。すいません、ちょっと前のお便りなんでね、もうとっくに桜は散ってしまいましたが、春はどんな印象あるでしょうか。季節によって聴きたくなる音楽ありますが、ゆずさんは春といえばの音楽ありますか。バイオリンで弾いたりする春の曲あれば教えてください。おいらは春になると拳ファクトリーの桜ナイトフィーバーが思い浮かびます。ということでね、ありがとうございます。すごい、やっぱみんな音楽について言ってくれるから嬉しいね。春の音楽か。でもこの前学園祭で、学園祭が4月の20何日か、23とか4とかだったんですけど、その時はもう桜がね、散ってたんですけど、桜は散っても、私が会場桜満開にさせますって言って、嘘100分800で桜ソングをいっぱい弾いたんですけど、何弾いたっけな、もう忘れちゃった。1週間前のことなのに。何弾いたっけな。弾いた、そう、生き物係さんの花は桜君は美しい。で、なんだっけ。AKB の桜のしおりと、なんだっけ。西野カナさんの桜 I love you と、三日月、さゆりさんの三日月と、最後、生き物係さんの桜を弾きましたね、5曲。で、なんか自分的に、なんか最初は千本桜弾こうと思ったんですけど、ちょっと事情があって弾けなくて、やむを得ずってのも失礼ですけど、西野カナさんの桜 I love you にして、だからそれが結構不安だったんですけど、なんか盛り上がる系の桜の曲がいいなと思って、1個ね。でも結構、思ったより親和性高くて、桜のしおりとか生き物係言わずもがの親和性高くて、よかったなと思いますね。でも毎年聴いてる桜の曲は、なんだろうな、桜の曲、音楽あんまり最近聴かないので、あれですけど、やっぱでも10年桜とかめっちゃ桜の時期聴いてたかも。10年桜好きですね。あとギムミ5。
卒業系の曲結構聴いちゃってたね。っていう、で、桜のしおりは、そんなに聴いてなかったですけど。はい。でもバッチリね、一発で、楽譜のドレミを書き起こして、一発で、弾けましたね。桜のしおり。いい曲でしたね。はい。で、最後のお便り読まさせていただきます。ラジオネーム、つぶつぶみかんさん、ありがとうございます。これね、今回、募集している、新しい企画で、尊きもののコーナーにね、応募ね、くださいました。ありがとうございます。尊きもののコーナーは、自分が飼ってる、または飼っていたペットの話とか、ペットに関係なく尊いものについて教えてね、というコーナーですね。私が借りていたアパートの部屋が2階で、冬以外は窓を開けていたら黒猫が来るようになって、気がついたら入り浸るようになり、段ボール箱を猫用のベッドにして使っていないタオルケットを入れておいたらそこで寝るようになりました。かわいい。アパートがペット禁止だったので飼うことはできませんでしたが、ご飯をあげたりして事実上の外飼い猫になっていました。引っ越しをすることとなり、その黒猫とお別れになった時、ペット可の部屋を借りられない自分自身が不甲斐なくてしょんぼりしました。ということでね。猫ちゃん、いいね、なんか。猫って私、本当猫に縁のない人生なんですけど、猫って懐くんだね。なんか犬はまあ懐くやつもいれば懐かないやつもいるって言うんですけど、これ外側なのに、犬がさ、外飼いなことあると思うけど、猫で外飼いでって初めて聞きました。でもちゃんとやっぱ餌くれるから戻ってきて、すごいね、やっぱめちゃくちゃ懐いて、すごい可愛いですね。もうちょっとお別れになった時、やっぱなんだろう、根性の別れじゃないからこそ逆により悲しくなってしまうのかなってなんか思いましたね。自分がその部屋をね借りれないから、なんかもっと違う未来だったらなんか書いてたかもしれないとか、そういう後悔もあり余計悲しいお別れだったと思いますね。うちも実家にゴールデンウィークは帰らない予定なんですけど、ちょっとこれ聞いたら帰らねばと思いましたね。ありがとうございます。はい、ということでエンディング。はい、ということでね、今日はね姿勢をしっかり正してラジオをね収録しようと思ったんですけど、結構こうやって背もたれにねよっかかったりして、なんだりかんだりしてなんか姿勢を保つのがしんどすぎてね、なんかもう話に集中できてない瞬間もありね、ちょっと面白くな手応えのない回ですね、正直。でもちゃんとね基本的には保ってたと思うね。ということで次回のイベントの告知をさせてください。次回の夢を叶えてゼイモンスペシャル会ということで5月17日に、生誕祭ということでね、はい、何をバイオリン弾くかお楽しみにしててください。ゲストに白目あずさちゃんが来てくれます。5月30、31日は台湾にて TOP のイベントに参加いたしますね。私一回インスタのイベント公式のアカウントで間違って日にちを言ってしまって本当に申し訳ございませんでしたね。ちゃんと修正版の動画も先方に送ったので、きっと30、31の正しい日付で、宣伝される動画が上がると思います。で、私のね心ばかりの謝罪動画も一応インスタに上げてるので、それでちょっと許していただけたらと思います。現在つぶつぶゼリーは動画も YouTube 音声版を各種ポッドキャストサイトにて配信中です。すべて内容は同じです。お聞きのアプリで高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。Twitter での感想はハッシュタグつぶつぶゼリーでお願いします。お便りは概要欄の Google フォームにて募集中です。はい、新しいコーナーもできたので一人何度でもどしどし送ってください。それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。